通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、東京ガールの話題になります。以前もお伝えしました、e スポーツのね、世界大会でチートをしまして、ついに彼氏ともども逮捕となりました、この東京ガール。今回ですね、有罪判決が下りました。その懲役なんかもね、決まったようなんですが、そのあたり最終的にどのようになったのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、このチャンネルでもね、これまで何本か、これに関しての動画出しているんですが、東京ガールですよ。今回ですね、ついに有罪判決が下りました。で、ちょっとね、本題に入る前にお断りなんですが、この話題ですね、世界的に見ればね、マイナーなニュースなんで、結構ね、記事内の表記が揺らぐんですね。でね、こちらに見えております、東京ガール。これ本名はね、ナラパット・ワラシンと言いますが、彼女の名前もね、例えばこの写真のキャプション、ここ見てください。左、ナラパットになってます。ちょっと文字小さいですけどね。なんですが、そのすぐ下です。ここ。ナパットになるんですよ、本文では。これどうやらね、タイ語の独特の表記らしいという話なんですが、正式名称がナラパットで、このね、ナパットというのは、それを略した形。このように言われているようですね。なので、この名前もね、記事によって、ナラパットだったり、ナパットだったり、変わってしまうというのはこういった理由があります。同一記事内でもこのように揺らぐということですね。それとね、あと彼女の年齢ですね。以前の動画でもね、かなり衝撃を受けた方いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、実はね、この年齢も揺らぎます。で、前回もお伝えしましたが、こちらですね、デクセルトが警察からの話というのを掲載してるんですね。こちらです。ナパット・ワラシン29。ね、彼女29歳だったんですね。なんですが、これも記事によってはですね、こちらになりますが、タイの e スポーツスター24歳と、このように表記されたりもするんですね。なんですが、警察がね、介入して以降の記事というのは、まさにね、こちらの記事なんかもそうですが、このように29歳になっておりますので、こちらがね、正しいのかなと思います。なので、もしかしたらね、自分が聞いた情報と違うんだけどという方もいらっしゃるかもしれませんが、どの段階で出てきた記事なのかによって結構変わるので、表記が。こういった事情があると思ってください。ということで、今回ですね、ついにこちらね、見えておりますが、完璧な写真ですね、これ。あちゃーっていうね。こんなあちゃー、見たことありますやっちゃったーってね、もう今やね、お前は東京でもなければガールでもなかったのかと言われております、この東京ガールですが、今回ですね、ついに有罪判決が下りました。もうね、このチャンネルご覧になってくださってる皆さんであれば、もう重々承知なんじゃないかなと思いますが、この東京ガールはですね、オリンピックのね、東南アジア大会、地方大会だと思ってください。IOC がもう直々にね、支援しております。シーゲームズという国際大会があるんですね。これは国対国の大会です。つまりオリンピックですよ。ここの e スポーツ部門に、タイチームが出場しまして、その中の一人が、この東京ガールでした。で、この時はですね、アリーナ・オブ・バラーという、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナと、このように呼ばれているゲームなんですが、この大会が開催されました。で、このゲームはですね、これまでも、アジア圏の e スポーツ大会で、たびたび取り上げられているゲームでした。で、ここにね、タイの女子チームが参加したわけですが、どうもこの東京ガールの行動が不審だ。あまりにも挙動不審すぎる。こういった姿というのがバッチリカメラに捉えられていました。それ以外にもですね、友達とね、はしゃぎながら中指を立ててみたり、その素行の悪さというのがかなり目立った選手だったんですね。するとこの運営サイドはですね、どうも彼女の端末がおかしいということで、これを調べてみますと、その大会ではね、禁止されたアプリというのがインストールされていたと。こういうことになりました。で、当然ね、この大会側というのは事前に使れる端末というのをチェックするんでしょうが、この東京ガールはですね、チート用の端末というのを自分で持ち込んで、それを接続し直していたため挙動不審になっていたんですね。で、この時に行われていたチートというのが替え玉で、実はその大会でのプレーは、この東京ガールではなくって、その彼氏、これもね、アリーナ・オブ・バラーのプロゲーマーなんですが、チーリオが代理で行っていました。で、どうやらですね、このチートというのは、割と大会始まってね、早々にバレたようで、運営が対策してしまうんですね。で、東京ガールはおそらくこれで焦って、あれだけ挙動不審になっていたのかもしれませんが、タイチームはこれで、チートを使っていたにもかかわらず、負けることになりました。で、その後ですね、この東京ガールは、パニックにより、病院に運ばれたと言われておりまして、その病院からね、私はチートなんてやってない。このように釈明していたんですが、替え玉となりました。この東京ガールの彼ですね、チーリオが SNS に全て暴露しまして、ごめんなさいと平謝りしたんですね。これによりこの替え玉行為というのは今大会だけではなく過去にも繰り返しやっていたということが発覚します。つまりこの東京ガールのキャリア自体が虚構だった可能性が出てきてしまったわけですね。当然ね、彼女はプロゲーマーですから
ポンサーなどもついていたわけで、これがね、いかに大事かということですよ。するとですね、実はこの二人の関係というのは、この東京ガールがね、チーリオの生活の面倒を見ておりまして、その仕事の一環として、このチートに関わっていたということが発覚していきます。でこの時もね、このチーリオの報酬というのは、最新モデルの iPhone だったなんて話も出ておりましたが、この二人の関係というのはそういうものだったんですね。そしてこの騒動というのは1大会のただのチート騒動では終わらずにタイのコンピュータ犯罪法で起訴されることになります。でこれによりですね、この2人の自宅には警察のガサ入れが入るんですが、これすごいですね。この時の模様やどのようにね実際にチートしたのかという本人による実演ね、これらがね全て報じられました。ということで晴れてこの2人というのは逮捕されたということになりました。そしてね、こちらデクセルトになります。今回このようになりました。タイの e スポーツプロとその彼氏が大会でのチート行為により懲役6ヶ月のセンテンスを受けた。ということでこちらですね、センテンスとあります。こちらが本日のキーワードになります。Sentence。文として思考を表し、平常文、疑問文、命令文、簡単文の形を取るもの。ということでこちらね、センテンスというのは文という意味になります。文章の文ですね。これ日本語でもね、センテンスという形で聞いたことあるかもしれませんね。で、今回はですね、これではなくって、こちらの意味になるんですね。裁判で有罪とされた人や組織に対して裁判官が言い渡す刑罰。ということでこちらね、センテンスというのは判決という意味になります。刑罰とかね。で、一見するとね、この文と判決、刑罰というのは全く違う意味に見えますが、これね、もともとラテン語由来だったと思いますが、意見とかね、判断、こういったニュアンスを持っているんですね。ですので、これを文字で伝えるのが文、そして裁判官がそれを表明するのが判決。ということで、これ根っこでは繋がってるんですね、意味が。で、大体これはね、この頭にその種類というのがつきまして、例えば a life とつけば終身刑になると。このような形で使われます。ということで、こちらは、タイの e スポーツプロとその彼氏が大会でのチート行為により懲役6ヶ月の判決を受けた。タイの e スポーツ選手が主要な国際大会でチート行為を行い、彼氏が代わりにプレイしていたことが発覚した後、懲役刑を言い渡された。バンコクの裁判所は2025年の東南アジア競技大会、これシーゲームズですね。での不正行為が認定されたとして、元ナショナルチーム選手、ナパット東京ガールワラシンに懲役6ヶ月の判決を言い渡した。彼女は自分のアカウントに彼氏をログインさせ、遠隔で代わりにプレイさせていた。ということで今回ですね、ついにこの2人に有罪判決が下りまして、6ヶ月の懲役刑を言い渡されたと。こういうことになっているんですね。なんですが、現在ね、あれだけ否定していたにもかかわらず、私はやってない。みんなが嘘をついていると。このように言っていたんですが、さすがにね、もう無理ですよね。今回ね、彼女は容疑を認めまして、当局に協力したため、刑期はね、3ヶ月に減刑されたそうです。彼女は外部の通信ツールを使い、リアルタイムでチート行為をしており、大会のルールやセキュリティを事実上かいくぐっていた。共犯者である23歳のチーリオもこの事件で判決を受けた。チートは大会の途中で発覚し、ワラシンは失格となり、タイ代表チームは大会から撤退することになった。当局はその後2人を逮捕し、計画の実行方法が記録されたデバイスやチャットログを押収した。検察はシステムへの不正アクセスや競技の公正性の操作を理由に、2人をタイのコンピューター犯罪法に基づいて起訴した。裁判所は彼らの行為が e スポーツの公正性と国家の評判の両方を損なったとして、コンピューター犯罪法違反に当たると判断した。ね、タイの評判を傷つけたと。ここね、東京も入れてほしいところですが、ちょっとこれを機にね、解明も検討していただけないかなと思いますが、今回の件でね、タイの名誉を傷つけたと言われているわけですね。でね、このタイの騒動といえば、以前ね、こちらで見ました。皆さん覚えてますか？ミスユニバース騒動ですよ。ぜひね、こちらご覧になってください。このタイというのはですね、ほんとこのところね、世界大会において、ほんと不祥事続きなんですね。で、一応ですね、今回6ヶ月の刑期が3ヶ月に減刑されまして、こういったね、短い刑期の場合は、通常のね、刑務所ではなくって、拘置施設で服役させることができると。タイの法律ではこのようになっているんだそうです。で、こちらね、これをデクセルトが X で伝えておりまして、反応を見ていきたいと思います。ゲームなんて本来ただの娯楽なのに、それが原因で刑務所に入るなんて想像してみてくれよ。この件で懲役6ヶ月はさすがに厳しすぎると思う。少なくとも刑罰や社会奉仕の選択肢があっても良かったはずだし、暴力犯罪ではないんだから。誰にも直接的被害がないゲームの不正で刑務所行き？どういうこと？なんでだよ。
この下もそうですね。ゲームでチートしただけで懲役6ヶ月。一方で、もっとひどいことしてる奴が普通に野放し。優先順位どうなってるんだよ。というね、これもう自分の国の話なんじゃないかなと思いますが、この下もそうですが、これで刑務所行きは厳しすぎると。このように言っておりまして、この辺りはね、割とチートというのが当たり前に蔓延する北米らしいなというような感じですね。一方でね、タイの本国では、以前の動画でも見ましたが、この二人に対してはね、本当に厳しい意見というのが述べられているので、やはりね、現地と海外ではまるで反応が違うという形になっています。はい、ということで本日はですね、e スポーツの世界大会でチートをしました。東京ガールとその彼氏が逮捕されまして、今回、有罪判決が下り、懲役6ヶ月の刑が言い渡されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。おそらくですね、これにてこの件、最終章になるんじゃないかなと思いますが、ついにね、判決が下ったということになりましたね。ここまでの騒動になるとは、最初ね、これ第一報を伝えた時は、思ってもみませんでしたが、終わってみればすごい話でしたね。一応ね、3ヶ月ですぐ出てくるということですから、その後どうなっていくのかというのは気になるところですよね。で、おそらくね、もうこうなってしまうと、この2人に関しては、プロゲーマーの復帰は厳しいでしょう、さすがに。スポンサーつかないですよね。だから個人で配信していくのか、タヌカナさん系にね、なっていくのか、わかりませんが、彼氏に関してはね、こういうことになりましたが、根はね、真面目な性格な感じもするので、じゃあどうなっていくのかな。ゲームが上手いんであればね、やっぱり個人での配信になっていくんですかね。おそらくね、これでもう本当にね、今回の件、最終章なんじゃないかなと思いますが、もし万が一ね、この先、出た後に何かあるようであれば、続をお伝えできればなと思っております。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。